おはようございます。今回はスプレーを吹くと粒はどのように飛んでいくのか検証していこうと思います。10センチ、20センチ、30センチ、1メートルの高さから3秒間吹き続けるとどう飛ぶのか見ていきましょう。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。今回使うスプレーはアイカカラーシステムスプレーの KT6400G です。これのノズルを取り替えて検証していきます。ツヤなどは飛び散り方が分かりにくいためです。まずはそのままアイカのノズルを使います。このノズルはノズルの先を横に変えて横に吹くこともできます。僕自体は缶自体を好きな方向に傾けて使うのでこの機能は全く使いません。検証開始。まずはこのアイカのノズルで10センチの高さで3秒間吹いていきます。全然3秒経ってませんが、これ以上吹いても同じだと思いすぐ止めました。結果は縦長にピンポイントで出てる感じです。周りへの飛び散りは少なく感じます。アイカノズルで20センチの高さから吹いていきます。結果は10センチの高さで吹いた時より広く縁がボケている印象です。次は30センチの高さから吹いていきます。結果は周りのボケ方が綺麗で濡れる範囲も広くあまり周りに飛び散らずいい感じの高さのように思います。次に1メートルの高さから吹いていきます。結果はここまで離れると薄く広く飛んでいることがわかります。広範囲に柔らかくぼかしたい時に使えそうです。しかしながら必要以上に養生も必要だと思います。次にハウスボックスのアクリルリペアラッカーのノズルをつけて検証していきます。まずは10センチの高さから。結果は吹いてる途中わずかに首を振ってしまったので楕円形のようになっていますが綺麗な丸になりそうです。高さ10センチからだとかなりピンポイントでいいですがすぐ垂れてしまいそうなので至近距離で吹く場合気をつけなければなりません。次に20センチの高さからいきます。結果は綺麗な丸で周りが少しボケてる感じです。次に30センチ離して吹きます。結果は縁も綺麗にボケて補修では一番使いやすい距離だと思います。次に1メーター離して吹いていきます。結果は縁もわからないほどボケています。補修で言うと補修箇所をぼかすためには最適です。次にエイベストのリペアカラーのノズルを試していきます。ですがアイカのノズルとほとんど変わらなかったので結果だけパッパと見せます。付け替えています。10センチの高さから吹いた場合です。20センチの高さから吹いた場合です。30センチの高さから吹いた場合です。1メートルの高さから吹いた場合です。まとめ。これはアイカノズルのすべての高さの写真です。広く塗りたいとき綺麗に塗れますがどうしても縦長なんでピンポイントで行きたいときどうしても広がってしまう。これを解消する小技があるので最後に載せておきます。ぜひお楽しみにしてください。これはハウスボックスのアクリルリペアラッカーのノズルです。綺麗な円形で思ったように吹きやすい印象です。縦型ノズルでピンポイント吹き。縦型ノズルではこういう感じにスプレーが飛びます。それをドライヤーの力を使って真下に落とします。図で説明するとこんな感じ。縦で出たスプレーをドライヤーで落とす。するとピンポイントになります。スプレーがザーッと出続けているとこれは不可能なのでシャッシャッシャと短いタイミングで吹いていきます。では実践。どうですか？ちょっと広がりますがこれだとピンポイントに吹けます。補修箇所に色をつけてその周りをぼかしたいときはこの方法がおすすめです。今回の検証プラス小技ためになったなーという人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。
お疲れ様です。最近ドラマとか見たりしますか？いや、僕ね、めちゃくちゃハマったドラマがあるんですよ。今だと Amazon プライムや Netflix で見れるんですが、これ一番最初最後まで見たとき、最後のシーズン7の最後の話を見るとき、見るか見ないか、相当悩みました。結局やっぱり見たいから見て、その後1週間ぐらいほんまにテンション暗かったです。ほんでその時ふと思ったんです。もう一回一から見たらいいやん。ほんでそれを3回繰り返して今4週目を終わりました。もうどうしたらいいか分かりません。事件を解決していくドラマなんですが、もう犯人もこの後どうなるかも全て分かります。初めて見て終わった時のあの寂しさなんてもうありません。どうせまた見やがるんで。ほんで今 Amazon プライムで見れるこれの3週目を始めました。もはや僕が何を求めて何を見ているのか全くわからない状態です。僕が今何を見たいのかどうしたいのか誰か教えてください。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。